おはいえなし。この動画は名著を始めて1ヶ月、もっと言うとガチャゲー始めて1ヶ月の私がキャラ育成の方法について勉強したことを同じ超初心者向けに整理して共有する動画です。要は今見せてる画面の解説です。要素が多すぎるわ。一つ一つの要素はシンプルなんですが、要素が多すぎて圧倒されるやつで、ガチャゲー初心者の私としては全容理解にだいぶ時間がかかりました。皆さんにはそんなに時間かかってほしくないため、私が学んだ全てを大事な順に網羅的にかつ端的にご紹介します。同じような人の助けになれば幸いです。2点だけ補足。1点目、現在名著超初心者向けのシリーズ動画を制作中で、そもそも名著を知らねって人向けに私が名著にハマる経緯をご紹介した感想動画を、一歩進んで名著を始めたばかりの人向けにスタートアップ動画を作成済みです。この動画はそのスタートアップ動画を見てメインクエはクリアした、あるいは今順調に進んでますぐらいの方向けに作ってますので、そもそも名著って何、超責任務って何の人はまずそちらの動画を参照ください。今後も超初心者動画作っていきますので、お見逃しのないようチャンネル登録お願いします。補足2点目、この動画はバージョン 2.4 時点の情報をもとに作成しています。今回ご説明している平易な内容は今後もそうそう変わらないとは思っていますが、とはいえ不変にベストというわけではないのでご承知おきください。語気や補足は概要欄に書いていきますが、それもベストエフォートの対応につきご容赦ください。宣伝以上です。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。表明者メニューを開くと6つの項目があり、一番下はボイスとか聞くやつなので今回無関係。それ以外の5つは全てキャラの育成にかかる項目です。この中で一番大事な要素、それはこの中のどれでもなく1個前のメニューにある空ランク。これは前回動画のおさらいですね。これからご紹介するほぼ全ての育成手段において空ランク5以上じゃないと不可とか何かにつけて空ランクが条件になります。なのでまずは空ランクを上げましょう。ただ空ランクを上げるとその辺にいる敵も強くなってしまうため、その中で生きていくためにはキャラの育成も必要です。というわけでキャラの育成を差し置いて空ランクを上げるというよりは、空ランクを極力上げて空ランクが上がるとキャラ育成の上限も解放されるので限界値までキャラを育成する。育成されたキャラを元に世界を生き抜き、また空ランクを上げる、こんなサイクルになります。この動画投稿時点の空ランクの上限は8で、目標はキャラレベルをマックス90まで上げられるようになる空ランク7です。で、空ランクの上げ方ですが、ユニオンレベルを10上げるたびに空ランクが勝手に1上がります。ユニオンレベルの上げ方については先の動画でもお話の通り、デイリーが突出してバカうまいのでデイリーだけは確実にこなすようにしましょう。前回動画ではあえて触れませんでしたが、それ以外のユニオンレベル上げ手段を2つご紹介。1つ目、連成任務といういわゆるキャラクエ、あるいは基地任務というエリアごとに設定されているクエストをやることです。これらは獲得できるユニオン経験値が高めです。ただ相応に時間もかかるので、効率面だけで言えばぶっちゃけデイリーだけやってりゃいいんですが、連成任務は単にシナリオがいいのと、基地任務はクリアすることで特定エリアのダメージゾーンがなくなったりと探索が容易になるのでおすすめ度高めです。もう1個のレベル上げ手段としては、空ガイドから行ける漂白日記を埋めて獲得できる経験値もおすすめです。漂白日記序盤は獲得経験値こそ控えめですが、上から埋めようとするだけで勝手に名著のコンテンツを一通り体験できますし、漂白日記後半は経験値がシンプルに美味しいのでおすすめです。おすすめの経験値稼ぎとしてはそんなところで、それ以外にもマップの探索なり同票任務だったり逸話任務でも得られるんですが、全然美味しくない。というかこっちが美味しくないというよりデイリーが美味しすぎるので、経験値稼ぎという目的ではシャカリキになってプレイしなくて大丈夫です。あとこれは石油王向けの情報ですが、先の動画でお話の通りデイリーをやるっていうのはスタミナを消費して仮想訓練などをやり、仮想訓練の報酬をもらうという行為と、空ガイドの活躍度を100にし100の報酬をもらうという行為のセットを指します。このうち後者は1日1回しか報酬を得られませんが、前者に必要なスタミナは自然回復を待つ以外に課金でもスタミナを回復できます。具体的には月相を買って月相を生成に変換して生成を結晶波長版に変換するという流れです。ただしスタミナの変換には1日の回数制限があるのと、そもそも結構まずいです。ざっくり計算ですが1日につき360円でユニオン経験値2700獲得できる程度なので、あまり頼りにしなくても良いかと思います。逆に言うと金払えば速攻でユニオンレベル上げられるというわけではないので、私のような平民には優しいシステムですね。空ランク上げのためのユニオンレベル上げの方法については以上です。それでは動画の本丸として空ランクを上げながら一緒に行うことになるキャラ育成の要素についてご紹介します。共鳴者メニューの項目ごとにご紹介します。先に5番目にある共鳴チェーン。これは無課金者や月パスだけ買うような微課金者は考えなくても大丈夫です。これは何かというと、名著にはいわゆる凸というシステムがあって、同じキャラを複数回引いた場合、2回目以降のキャラは周波体という石っぽいアイテムに変換されます。で、この周波体をこの画面からぶち込むことによって、そのキャラがさらに強化されるという仕組みです。
最大で6回突ることができ、突った回数によって無突とか1突とか2突とか間突とか呼びます。強化内容はキャラごと突回数ごとにまちまちで、おすすめの突回数はメニューの攻略サイト内に記載がありますけれども、どうであれ1回キャラを引くにも月パス使わない場合は期待値1万強とか結構金かかるので、突については名帳に本格的に入れ込むようになってきてから考えれば良いかと思います。というわけで残り4つの育成要素についてご紹介します。1点目、キャラのレベル上げです。メインクエ進めていればすでにある程度レベル上げしていると思うので解説はざっくりで済ませますが、まず共鳴強化剤というアイテムを使ってレベル上げします。入手方法はスタミナを消費して行う仮想訓練の共鳴強化剤メニューが一般的です。コンシューとラグーナで2つありますが、どっち選んでも基本同じです。一応斬新サンゴでも共鳴強化剤は引き換えできますけれども、斬新サンゴの使い方としてはもったいないのでだいぶおすすめしません。で、共鳴強化剤を使ってレベル上げすると、レベル10ごとに突破というレベル上限を解放する作業が別途必要になるので、今度はアイテムとシェルコインを揃えて突破します。1回の突破に必要なアイテムはレベル帯により一部異なりますが、おおむね3種類。キャラごとに違う共鳴者突破素材、キャラごとに違う突破素材、キャラごとにおおむね違う武器スキル素材の3種類です。まず共鳴者突破素材については対応するボスを倒すことで入手できます。どのボスを倒せばよいかは入手方法をチェックするウィンドウから確認し、ファストトラベル可能です。1日の取得回数に制限はありませんが、入手には都度スタミナが必要なので注意。空ランクが上がるにつれ、一度のボス戦で共鳴者突破素材を獲得できる個数も増えますが、一方でボスも相応に強くなってしまうので、苦戦するようであれば無理せず空ランクを下げましょう。空ランクはメニュー画面の I マークから下げられます。下げられる範囲は現在の空ランクの1つ下までで、いつでも戻せますが12時間に1回しか変更できない点だけ注意です。続いて突破素材の入手方法です。いろいろありますが一番手軽なのは店で買っちゃうことです。対応する店は同じくここから確認ができます。シェルコインを節約する場合はマップに落ちているので拾いに行きます。落ちている場所はゲーム内でもある程度確認可能ですが、ゲーム外の攻略サイトにて巡回ルート含め紹介されているので、アイテム名でググって適宜活用しましょう。ちなみにシェルコイン節約して採取した方が良いのかというと、ぶっちゃけマジでどっちでもいいと思います。キャラの育成が進むとシェルコインは枯渇するんですけれども、この素材の店売りの値段は大したことないので、ここで怠けて店売りのやつ買おうが買うまいが後半枯渇することには変わりないためです。ちなみに私は買っちゃってます。最後に武器スキル素材の入手方法について、これもいくつかある入手方法をおすすめ順に紹介します。一番のおすすめは行素領域というスタミナ消費するコンテンツから入手する方法です。先日の動画でスタミナはとりあえず仮想訓練で消費しときゃいいと言いましたが、仮想訓練と同列に行素領域というメニューがあります。仮想訓練と行素領域の消費スタミナに対するユニオン経験値の獲得効率は同じなので、ユニオン経験値の獲得効率は気にせず、純粋に欲しいアイテムに応じてスタミナを消費するメニューを使い分けましょう。で、行素領域は動画投稿時点で10種類ありますが、欲しい武器スキル素材は上5つか下5つのどちらかにあるはずです。例えば調理の場合は手枷が欲しいので、手枷を得られるのは下5つですね。じゃあ下5つの間は何が違うねんと思うかもですが、これは次の武器のレベル上げにて紹介するので一旦そっちで説明します。最もおすすめの入手手段は以上です。スタミナもうない、でも早く上げたいって時についでおすすめなのが補給パックの使用。好きな武器スキル素材を1個選んで入手できるアイテムです。このアイテムはイベントとか適当にやってると勝手に入手できてると思うので、ケチらず積極的に開けてしまいましょう。この武器スキル素材はキャラのレベル上げだけではなく、その名の通り武器やスキルのレベル上げにも使うので温存したくなるところですが、とはいえキャラのレベル上げが最優先なので、まずはここで使ってしまって良いです。次の入手手段としては該当する雑魚敵を倒すことです。例えば調理の場合、武器スキル素材である改造された手枷を手に入れるには追放者というタイプの敵を倒せばいいらしい。というわけで実際に倒してみましょう。入手できましたと思ったら、入手したのは改造された手枷ではなく簡単な手枷。これはなんやねんというと、武器スキル素材にはグレードがあって、例えば手枷シリーズの場合ご覧の4グレードが実装されています。で、精錬という作業をすることによって定位のアイテム3つを使って1個上のアイテムに変換できるので、要は敵を倒して定位のアイテム貯めて、それを精錬して上位のアイテムに変えればいいということです。これも空ランクが高ければ高いほど敵が落とすアイテムのグレードも上がるので、余裕があれば空ランクを落とさずに敵を倒しましょう。精錬の画面もここから遷移可能です。
若干インターフェースが分かりにくいんですけれども、例えばこの画面の場合、普通の手枷は今11個持っていて、今16個ある簡単な手枷を3個使うと普通の手枷を1個作れるよという見方です。スライダーを動かすと作成アイテム数と所要アイテムが変動するので調整する感じです。そしてもう1個の入手手段は置換という手段です。先ほど武器スキル素材にはグレードがあると言いましたが、同じグレード同士の武器スキル素材は交換レート2で同格のグレードの素材に置換することができます。例えば改造された手枷1個を得るには同格のグレードである高温侵食セイルを2つ使うという感じですが、聞いてわかると思いますがレート良くないので、他のキャラ育成が遅れてもいいから今このキャラをとっとと育成したいんだという時以外は使わない方が無難です。少し長くなりましたがまとめると、キャラのレベル上げのためにはまず共鳴強化剤を使ってレベルを上げよう。共鳴強化剤は仮想訓練の共鳴強化剤にてスタミナを使って手に入れよう。レベル10ごとに突破をして上限を解放しよう。突破のためには3種類のアイテム、具体的にはボスを倒して共鳴者突破素材を、見せ売りや採取を活用して突破素材を、行素領域をして武器スキル素材を集めようって感じです。言い忘れましたが、武器スキル素材は一番定位のやつなら店でも買えます。めんどくさければ店でも調達しちゃいましょう。長くなりましたがキャラのレベル上げについては以上です。続いて武器のレベル上げです。こっちは武器のレベル上げの方法以前に、まずそもそも何の武器を装備すればいいのかという話があるんですけれども、説明の都合上一旦そっちは後回しにして、装備する武器を決めた後のレベル上げの方法から先に説明します。これはキャラのレベル上げと流れが同じです。具体的にはキャラの方は共鳴強化剤を使ってレベル上げしていたんですけれども、武器の方はエネルギーコアというアイテムを使ってレベル上げします。エネルギーコアの主な入手方法は仮想訓練のエネルギーコアメニュー。ただし武器の方はエネルギーコアだけではなく別の武器も経験値に変換できます。基本的に星3以下の武器、つまり青、緑、無色の武器は全部経験値に変えちゃって大丈夫です。ごく一部星4の武器はキャラによっては最適装備だったり、もっと言うと星3にもいい感じの装備があるらしいんですけれども、マジでごく一部なので初心者は気にせず星3以下を全部経験値に変えちゃって OK です。そして武器もレベル10ごとに突破が必要なので、こっちはスキル武器強化素材と武器スキル素材を揃えて突破します。武器スキル素材の方はキャラレベル上げの方で出てきたやつと同じで、行素領域から手に入れるやつです。そして新たに出てきたスキル武器強化素材の方も行素領域から手に入れます。両方行素領域から手に入れられるので分かりやすいですね。さっき行素領域は上5つと下5つで分かれていて、入手できる武器スキル素材は上5つと下5つで同じと言いましたが、じゃあ5つの中は何の違いがあるかというと、このスキル武器強化素材の差です。そういえば今まで1回も触れてこなかったんですけれども、武器には超人、陣刀、拳銃、手工、増幅器の5種類があり、スキル武器強化素材は種類ごとに分かれています。例えば陣刀の場合、うんたら金属ドロップが必要なので、行素領域の中の陣刀のやつを選べば対応するスキル武器強化素材であるうんたら金属ドロップが手に入るということです。うんたら金属ドロップも複数種類ありますが、これもさっき言ったグレード別にあるってやつです。欲しいグレードよりも下位のグレードしか手に入らなかったら精錬で上位のやつを作りましょう。武器のレベル上げとしては以上なんですが、ここで後回しにしていたそもそも何の武器を装備すればよいかという話。結論から言うと、攻略サイトのここにキャラごとのおすすめ武器が書いてあるんですが、そもそも武器の種類に何があるのか全容がわからないと飲み込みにくいかと思うので、もう少し補足します。先ほど武器には超人とかなんとか5種類あると言いましたが、その中にもグレード別に星1から星5まであり、さらに星5の武器の中には各キャラをモチーフとした武器、いわゆるモチーフ武器と呼ばれるものがあります。一方モチーフ武器でない武器は工場武器とか呼んだりします。一旦金のこと無視して性能だけで言えば、ほとんどの星5キャラにとっての最適武器はキャラごとに作られたモチーフ武器です。まあそりゃそうですよね、モチーフなんだから。ただキャラによってそのモチーフ武器だと著しく性能が上がる場合と、モチーフ武器と工場武器どっちかと言われればモチーフ武器なんですけれども、まあ工場武器でもな場合があります。よくモチーフ武器への依存度が高い、低いという表現がされます。例えばカルテジアは持ち武器への依存度が高い、調理は依存度が低いとかって感じです。ごく一部星4の武器がベストな場合もありますが、まあこれはごく一部なのであまり気にしなくてよし。というわけで何が言いたいかというと、攻略サイトのページ上各キャラのおすすめ武器はだいたい順当に星5のモチーフ武器、星5の工場武器、星4の工場武器の順で並んでいます。で、ここから財布事情を考えます。モチーフ武器はいくらかというと、界隈に怒られそうなざっくり計算ですけれども、速攻買おうとするとだいたい1つあたり運が悪くて1万3000円。月パスだけフル活用するなら1つあたり2400円です。
ただしこっちの場合4ヶ月かかります。というわけであなたが石油王なら何も考えずモチーフ武器を選べって感じなんですが、多くの方は石油王ではないと思いますし、そもそもモチーフ武器はそのキャラをピックアップしている期間でないとガチャで引けないので、強いからモチーフ武器おすすめってのはちょっと動画としてナンセンスだと思っています。というわけで私のおすすめの武器は星5の工場武器と、それを引きに行く過程で生まれる星4の工場武器です。これは何かというと、名称のガチャにあたる集音のメニュー上、多くの人は5つの項目があると思います。ここ開始時期によっては別のガチャもあるようなので、いい感じに読み解いてください。上2つがいわゆるピックアップガチャと呼ばれるもので、1つ目がピックアップキャラを引くガチャ、2つ目がピックアップキャラのモチーフ武器を引くガチャです。これら2つは金髄の波模様というガチャ石を使います。分かりにくいのでここでは金玉と呼びます。やっぱり金の玉にしておきます。一方3つ目から5つ目ですが、説明の都合上3つ目は一旦飛ばして、4つ目と5つ目は1つ目2つ目と対応関係同じで、4つ目が常に同じキャラたちを引くためのガチャ、5つ目が常に同じ武器たちを引くためのガチャです。3つ目は4つ目と全く同じですが、当たりを引くために必要な石がやや少ない初心者が1回だけ活用できるお得なガチャです。これら3つは召喚の渦模様というガチャ石を使います。ここでは青玉と呼びます。で、前置き長くなりましたが、私のおすすめ武器、つまり星5の工場武器とそれを引きに行く過程で生まれる星4の工場武器ですが、これは5つ目のガチャを回すことを指します。ガチャ10回につき1回ほぼ星4の武器が現れ、最大でも80回回せば必ず星5の工場武器が出てきます。なので攻略サイトで育てたいキャラのおすすめ武器、中でも星5の工場武器を確認し、このガチャでそれを引きに行くって感じです。若干分かりにくいんですが、最大80回回して獲得する星5の工場武器の武器種類は選択可能で、画面のこのアイコンから設定できますので、忘れず目当ての星5工場武器を設定してから回しましょう。で、引けたら何の後腐れもなくその武器レベルを上げればいいし、万が一引けなかったとしても道中に星4の武器が手に入っているでしょうから、一旦はその武器レベルを上げれば OK です。超初心者のうちはこれぐらいのノリで良いかと思います。なお、そもそも青玉なくて引けんわって人は、イベントとかちょいちょいやってるうちに青玉も勝手に溜まってくるので、一旦手持ちの武器の中で最高レアリティのやつを装備してレベル上げしといて、青玉が溜まってきたらこのガチャ回して星4や星5の工場武器を狙いに行く、こんな感じでいいと思います。ここで1点疑問が出てくるかと思います。軽率に青玉使っちまえ言うけど、星5のキャラを出すこっちのガチャに青玉使うことを考えなくていいのと、個人的な意見としては考えなくて良い派です。なぜかというと、前回の動画を参考にメインシナリオを突っ走ってプレイした人は、おそらく手持ちが漂白者星5キャラプラス誰かになっているかと思いますが、まずこのゲーム漂白者が普通に強いので無理に星5に置き換える必要がありません。で、残り誰か1人を星5にしたいのであれば、ピックアップガチャの方で自分が好きなキャラが出てきた時にそっちで狙えばいいと思うからです。というのも、工場ガチャで引ける星5キャラ5人、画面上3人しか映ってませんが、このガチャはベリーナ、アンコ、カカロ、カンシン、リンヨウの5人が星5として出てくるんですけれども、工場武器ガチャと違い、こっちは星5キャラの5人のうち1人を選んで引くことができず、ランダムで1人出てきます。だからこの5人の中の例えばベリーナが欲しいとなっても、80回回したとてベリーナを引ける確率はそこからさらに 20% になってしまうので、目当てのキャラを引ける確率が低いです。だったらキャラは金の玉を使うピックアップガチャで引けばよくね、じゃあ青玉は武器を引くためだけに使えばよくねという理屈です。先ほどお話しした通り、初心者は1回だけ80連ではなく50連回せば星5が出るガチャが引けるんですけれども、50連だったとしてもなおそちらをやらずに武器ガチャに集中した方が良いかなと思います。初心者の私が言っても説得力薄いかもですが、有識者に聞いてもありな考え方だそうなのでご参考まで。それともう1個参考ですが、武器ガチャの際5種類の武器から好きな星5武器を狙いに行けると話しました。基本的には愛するキャラの武器種類を引きに行けば良いかと思いますが、武器性能としての一番のおすすめは陣頭だそうです。漂白者も装備できるし腐らんよね。ご参考まで。武器の項目について長くなりましたが、ここまでまとめると、まずレベルを上げる武器の選び方としては、攻略サイトの推奨武器を眺めつつ、青玉使って工場武器ガチャを回して引けたやつの最高ランクのやつを装備しよう。武器のレベル上げには仮想訓練のエネルギーコアメニューから手に入るエネルギーコア、それと星3以下の武器を使ってレベル上げよう。レベル限界突破に必要なスキル武器強化素材と武器スキル素材はいずれも行素領域から手に入るよ。
以上です。続いて音階について。音階についておさらいすると、要は倒した敵を音階として装備することができて、それによりキャラのパラメータを上げたり、敵ごとのスキル、いわゆる音階スキルが使えるようになるシステムです。装備スロットは5つありますが、一番上は特別なスロットで、ここに装備した音階だけ対応する音階スキルを使えるようになります。各音階には装備コストが設定されていて、初期値だと総コスト10まで装備が可能です。音階についてはパラメータへの貢献がバカにならなくて、いわゆる音階厳選と呼ばれるいいパラメータを持った音階を出すまで粘る沼作業があるぐらい重要視されてるんですけれども、そのためにはそもそもデータドックレベルなるものを一定値上げないとダメで、この動画を見る層にはまだ馴染まない話なので割愛します。音階については別途動画を作るのでそちらを参照ください。その上でとりあえずこうしとけってことだけ共有するんですが、音階を選択していると右側にパラメーターがあります。これはその音階を装備した時のパラメーターの上昇値ですが、よく見ると物によってハイライトがついていますね。実はこれ、そのキャラが上げると良いおすすめパラメーターがハイライトになっています。キャラごとにつくハイライトは当然変わります。やたら丁寧ですね。というわけで一旦このハイライトがつくやつを装備するぐらいのノリで良いかと思います。ハイライトがつくのは1行目のやつのみですのでご承知おきください。なお、使える音階スキルを決定づけることになる一番上に装備する音階については、例によって攻略サイトにバリバリ情報が書いてあるので、それを参考にするのもありです。動画も長くなっちゃうので一旦音階についてはこれぐらいにします。続いての強化要素はこちら、スキルツリーです。全部で5本の線があり、それぞれ下を開放してから上を開放することになります。真ん中と一番上は1回開放したらそれで終わりで、一番下のみレベル1からレベル10まで段階的に開放することになります。当然ですがキャラクターによってどれを開放したら何が強化されるのかは異なり、例によってどのツリーを優先して開放すればよいかも攻略サイトにバッチリ載っています。開放に必要なアイテムは基本的には武器の上限突破に必要だったアイテムと全く同じで、要素領域で手に入るスキル武器強化素材と武器スキル素材です。ただし一番上や真ん中あるいは一番下でもレベルが進むにつれ、それに加えてスキルレベルアップ素材という新たなアイテムが必要になります。これは何かというと、戦火副将というコンテンツで過去倒したボスを再び倒すと入手できるやつです。厄介なことに週に3回までしか獲得ができず、いわゆる週ボスと言われてるやつです。どのキャラで何のスキルアップ素材が必要かはググれば出てくるので、それに対応する戦火副将をやりましょう。始めたばかりだとスキルアップ素材が必要でないシーンが多いので舐めがちですけれども、後々こいつの素材不足がボトルネックになって強化が滞り後悔します。というか私が後悔しています。というわけで週に3回だけはスタミナ消費を戦火副将に費やしましょう。スキルの解放は以上です。共鳴チェーンについては冒頭お話の通り凸に関する話なのでこの場では割愛します。以上です。最後に総まとめ。キャラの育成手段にはキャラのレベル上げ、武器のレベル上げ、音階の装備、スキルの解放、凸、この5種類があります。キャラのレベル上げは最優先。仮想訓練の共鳴強化剤で手に入るアイテムでレベルを上げ、レベル10ごとに突破をしよう。突破に必要なアイテムとしてボスを倒して共鳴者突破素材を、見せ売りや採取を活用して突破素材を、要素領域をして武器スキル素材を入手しよう。武器のレベル上げについては攻略サイトの推奨武器を眺めつつ、青玉使って工場武器ガチャを回して引けたやつの最高ランクのやつを装備しよう。レベル上げする装備決めたら仮想訓練のエネルギーコアメニューから手に入るエネルギーコアと星3以下の武器を使ってレベル上げしよう。突破に必要なアイテムは全部要素領域から手に入るよ。音階の装備は最初のうちはおすすめパラメータを持ってる音階を装備すれば OK。 スキルの解放は攻略サイトで優先解放するスキルを確認した上で、同じく要素領域で手に入るアイテムを使って解放していこう。途中から別途新たなアイテムが必要なので週に3回は戦火副将をやって週ボスを倒しアイテムを手に入れよう。凸は無課金者、美課金者は考えなくて OK。 こんなところですね。推しのキャラを思う存分強くしましょう。動画以上です。家なしならは限られた時間で名著を最大限楽しむためのコンテンツを提供しています。今後作成する超初心者向け動画もお見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いいたします。動画作成次第 X でも速報するのでそちらのフォローもよろしくお願いします。また表では言いにくい裏話をメンバーシップで話していますのでそちらも何卒おついえなし。